完璧女神のカリナ様にもコンプレックスがある。昔子が多すぎてつけられたひどいあだ名。カリナは自分の顔は好みが分かれると思っている。先日俳優のイジユクとの熱愛が報道され、本人も認めたことで大きな話題を呼んでいるエスパのカリナ。圧倒的なビジュアルとスタイルでファンを魅了し続けるカリナですが、実は人知れないコンプレックスがあるというのです。今回はそんなカリナの意外な悩みに寄り添っていきたいと思います。カリナといえば完璧すぎるほどのビジュアルで知られていますが、特にその小顔には憧れるファンも多いです。なんとその顔の小ささはネット上で、両手の親指と人差し指で作った三角形がカリナの顔と同じと噂されるほど。昨年5月19日、カリナがラッパーのイヨンジがホストを務めるバラエティ「つまらないものですが」にゲスト出演した際、イヨンジが「あ、これやってみないと」と実際に噂を真偽を検証してみることに。両手で作った三角形をカリナの顔に重ねると、なんとぴったり。生まれた時から顔が小さいんですかと聞かれたカリナは、姉も顔が小さいんですと小顔な家系であることを告白。しかしカリナの家族は小さい顔がコンプレックスだったそうです。小顔がコンプレックスってどういうこと？なんでも小学生の頃にその小顔がキリンみたいだとからかわれていたそう。おいどこのガキだ出てこい。ヨンジはこれに対して、私がクラスメイトだったら叩かれたら首が落ちそうだなと言って家で鏡を見て悔しがるとカリナをフォローしつつ自虐ネタでスタジオの笑いを誘いました。ヨンジさんありがとう。誰もが憧れるカリナの小顔ですが、本人には意外な悩みがあるものなんですね。でもお姉さんもカリナ並みの美人だと思うと、やはり小顔遺伝子は純粋に羨ましいんだが、カリナの可愛さは知ってたつもりだけど改めて見ると小顔が過ぎる。カリナにとって小顔がコンプレックスとかもうずるい TT。続いてカリナが突然、とある日本アニメの告知を始めたシーン。韓国でも人気のクレヨンしんちゃんがカリナも大好きらしく、それを聞いたヨンジも笑顔見たといい、カリナもヨンジも笑顔見て泣いたそうです。確かにしんちゃんの映画って泣けるんだよな。すると突然、しんちゃんの映画5月4日に映画館で公開されますと映画の告知を始めるカリナ。ヨンジから、待って、新しいアルバムの話でもなく、なんでしんちゃんの映画の話をするんですかと鋭いツッコミ。続けてヨンジは、カリナはナナコお姉さんのリアルバージョンで、私はしんちゃんのリアルバージョンとまたもや絶妙な自虐ネタ。でもこの例えは確かにしっくりきますね。そんなカリナですが、ラジオ番組に出演した際にはなんとクレヨンしんちゃんのモノマネを披露したことも。しかもめちゃくちゃクオリティが高い。その美しい顔から出てるとは思えない声です。そしてモノマネした後に照れまくってるのも尊すぎる。アルバムの話もしてないのにしんちゃんの映画の宣伝するカリナ面白すぎる。しんちゃんの真似するカリナ可愛すぎ。番組の終盤、カリナの体型維持の秘密が話題となりました。ファンを驚かせるほどの大食いとして知られているカリナ。今までも一人でラーメンを3袋も食べたり、自分の顔の半分ほどもあるドーナツを4つも平らげたりと、そのスタイルからは想像もできない食べっぷりを知らしめてきました。太らないタイプなのかなと話すヨンジに対して、全然太りやすくて1日に4キロ増えて1日で4キロ減らしたこともあると衝撃の告白。人間の体ってそんなことできるっけ？どうやって減量するのかと聞かれると、ダウンジャケットとタイトな T シャツを着て4時間走るとまたも衝撃的なダイエット方法について明かしました。アイドルの音楽を聴きながら、ジミン、あなたはかっこいいよと自分に言い聞かせながら走っているそうです。なんかかわいい。これを聞いたヨンジは、こんなに食べるのにその体型を維持するのは不可能だと言ったけど、たくさん運動して努力していることをみんな知らないだけだとカリナに対するリスペクトの気持ちを語りました。さらにヨンジは突然立ち上がると、私は食べてから動かない、認めるよ、でもカリナは動く、批判するなと熱く語ってスタジオを笑わせました。ヨンジさんメイン MC すぎるって。カリナの大食いっぷりと圧倒的なスタイルを見ていると、食べても太らない体質だと勘違いしてしまいそうになりますが、裏では想像以上の努力をしていたんですね。
どんな方法であれ1日で4キロも痩せたカリナすごいな。カリナめちゃくちゃストイックでさすが。ストイックな運動法といえばルセラフィムのチェウォンも負けてないのでこちらでチェックしてみてください。ハードな運動法で美しさをキープしているカリナですが、自身の体型についてある悩みがあるとか。からのホヨンジがホストを務めるトークバラエティアイドル口マネージャー HUR にエスパが出演した際の一コマ。カリナの悩みとは、くっきりとした腹筋を手に入れることを夢見ているのに、筋トレしても筋肉が目立たないというもの。これに対してヨンジは、それは本当にストレスになるでしょう、とカリナに同情。しかしヨンジ自身はこれまで一度も運動をしたことがないため、どうアドバイスをすればいいかわからない様子。ところが急に明暗が浮かんだようで、最近のメイクアップアーティストは、と語り出すとエスパはメンバーたちは何を提案されるのか察したようで笑い始めます。ヨンジの思いついたアイディアとは、ボディメイクアップアーティストにシェーディングで腹筋のメイクを描いてもらうというもの。私のマネージャーを通して連絡先を教えます。とメンバーたちの笑いを誘いました。その後ヨンジは、ストレスが原因かもしれないので、ストレスを感じないように健康のための運動をしてください。肌が白いから腹筋が目立ちにくいのかもしれない、と真剣なアドバイスでカリナを励ましました。腹筋できてなくてもかっこよくて可愛いから大丈夫。そんなカリナの自身のビジュアルへの意外な評価とは、昨年11月17日、M ネットの公式 YouTube チャンネル M2 の人気企画、ティンブルインタビューにカリナとウィンターが出演。ASMR 形式でカリナとウィンターがささやきながら質問に答えるという幸せな企画。耳が天国です。私は可愛いという質問にカリナは少し考えた後、好みによって違う、好き嫌いが分かれる顔だ、と回答。どうやらカリナは自身の顔について、好き嫌いが分かれる顔だと本人は思っているそうです。いやいやいや誰もがあなたを好きですが、まあいいや続きを聞きます。この回答に対して、カリナの顔が嫌いな人、誰かいる、というテロップが、さらに、潔くはいと言ってください、と指示されるとカリナは照れくさそうに、はい。続けてスタッフから、顔を眺めるだけの時間をください、というリクエストが、困惑しつつもカメラを10秒間見つめるカリナ。いや無理美しい。スタッフさんナイス。本当に耳も目も幸せになる動画。そして声もお顔も大好きです。いかがでしたでしょうか。あの完璧なカリナ様にもコンプレックスがあって地道な努力をしているし、悩みもあると聞くと、カリナも人間なんだと思わされます。そんなカリナ様も、愛してるよ、コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。